日本の病院で医師として働いていた俺だが、自分の腕を磨きたいとアメリカの病院に移ることを決める。だが、転職したアメリカの病院では、他の医師たちに研修医と罵られ、簡単な手術ばかりを任される日々だった。そんなある日のこと。一体、誰が私の娘を救ってくれるんだ？院長から悲痛な声が上がる。院長の娘の脳に腫瘍が見つかり、執刀する医師を探しているのだ。しかし、腫瘍の場所が悪く、高難易度の手術になることが明白であるため、誰も手を挙げたがらない。この状況で、俺は院長の娘の執刀に自ら名乗り出た。俺の名誉と信頼をかけた手術が今始まる。俺の名前は野口俊二。日本の病院で働く34歳の医師だ。若手から中堅となり、最近は後輩が増えてきた。野口先生、今日もよろしくお願いします。ああ、頼むよ。まだ20代の若手医師が元気よく俺に挨拶してくる。若々しく元気な姿がちょっと羨ましいなと思ってしまうなんて年を取った証拠だろう。俺は周りの医師や看護師からの信頼も厚い方だと思う。野口先生、先ほどの治療はさすがでしたね。こうして褒められることもしばしばあるが、ここで俺は調子に乗るということをしなかった。しなかったというよりもできなかったと思う。褒め言葉を素直に受け取ったり、茶化して笑いに変えてごまかすということが苦手だったからだ。だから俺はいつも、そんなことないよ、と苦笑いを浮かべながら軽く否定することしかできなかった。こんな返事ばかりするから、周りの人たちからは謙虚な人間だと思われているようだ。野口先生は腕がいいのに偉そうにしないいい先生だ。看護師にも優しいし、患者からの評判がいいのよね。そう言われているらしいが、ただ不器用なだけだ。だけど、この病院で俺は信頼をある程度得ているし、将来も安泰かもしれない。しかし、こんな日々を過ごしているうちに、俺の中で少し疑問が生まれてきた。このままでいいのだろうか。この場所にいることが俺の人生においてプラスになるか疑問だった。もっと何か俺にしかできないことがあるんじゃないか？ここではない、どこか別の場所で。自分の中に浮かび上がった曖昧な疑問に自問自答する日々。そして時間が経つにつれて、俺はこの疑問に対する答えがどんどん見当たらなくなっているのを感じた。そんなある日、俺は院長から声をかけられた。俺は何かやらかしたのだろうか。そんなことを考えながら院長の部屋をノックした。どうぞ。と院長の声が聞こえ中に入る。突然呼び出してすまないね。いえ、そんな。まあ、かけたまえ。お茶でも入れようか。院長はそう言いながら俺を優しい目で見ていた。俺は院長のこの優しい目を見たことがある。でも、どの時にこの目を見たのか、それは思い出せなかった。そんなことを考えていると、院長は俺の向かい側に座り、こんなことを言ってきた。今、君は何かに悩んでいるのではないか？例えば、将来のこととか。全く院長は俺のことをお見通しなのか、とびっくりする。おっしゃる通りです。俺の返答に院長は得意げな顔をしながらゆっくりと口を開く。そんな君に一つ提案があるんだが、アメリカに行ってみないか？え？あちらに私の知り合いがやっている病院があるんだ。今とは全く違う新しい環境で経験を積むのも君にとって悪くないんじゃないかと思ってね。急な院長の提案に俺は戸惑いの声を上げる。すみません。話が急すぎて、突然アメリカなんて俺には無理じゃないかなと。俺はやんわりと院長の提案を断った。しかし院長は穏やかな笑みのままこう続ける。そうか、すまないね。突拍子もない提案をしてしまって。いえ。まあ、一つの選択肢として頭の片隅にでも置いてくれたまえ。新しい環境へ踏み出すことに俺は臆病になっていた。だが、院長の部屋を後にしてから、俺は再び葛藤を始めた。せっかくのチャンスを
俺はまた自分の臆病さから棒に振るのか。新しい環境に行くかどうかを悩んでいたのに、そんな自分が嫌になった。これは絶好のチャンスだ。もう俺は逃げない。このチャンスをつかまないと一生何も変わらないぞ。そう思い、結局俺はアメリカ行きを決めた。いざ出発の日、空港には院長を含め同僚の医師たちも見送りに来てくれた。あちらでも頑張りなさいよ。はい、院長には何とお礼を言えばいいか。一度は院長の話を断ったのに、あの後俺がもう一度相談すると、院長は笑顔で快諾してくれた。そして、あちらの病院への紹介や手続きを一手に担ってくれたのだ。気にしないでいいよ。さあ、もう行きなさい。搭乗時間だ。はい。院長や同僚の医師たちに手を振り、別れを告げる。新しい環境で成長するんだ。再度俺は心に誓うと、アメリカへと旅立った。だが、俺に待ち受けていたのは、予想と異なるものだった。それは、現地の医師たちが、俺を一人の医師として見てくれなかったからだ。その中でも、ケビン・スミスは、俺のことを特に嫌っているようだ。お前、俺の1歳年下なのか？嘘だろ。日本人は童顔だな。研修医と言われても信じてしまうな。初対面で馬鹿にしたような笑い声とともにそう言われてからというもの、俺はケビンに研修医と呼ばれている。ケビンはこの病院でのエリート医師。どんな手術でも果敢に挑み成功し続ける。この病院ではケビンが中心だった。そのケビンに目をつけられた俺は、簡単な手術しか担当を持たせてもらえなかった。研修医にはこのくらい簡単な手術がちょうどいいだろ。そう言い、ゲラゲラと笑い声を上げるケビン。屈辱的な扱いだが、この病院の中心人物であるケビンに逆らう勇気なんて俺にはなかった。これじゃあ、何のためにアメリカに来たのかわからない。人生で初めての挫折だったかもしれない。今まで生まれてから悔しいと思った経験が少なかった。小さな頃から俺は頭が良かった。俊二はお勉強が好きなのね。将来はお医者さんかな。まだ小学校に入る前に母が嬉しそうにそう言ったのをよく覚えている。うん、僕、お医者さんになるんだ。母の嬉しそうな顔が見たくてそう答えただけなのだが、いつの間にか俺の将来の目標が医者になることに固定されてしまった。小学校のテストは常に高得点で、全国統一テストではトップの成績を叩き出した。その後、中学受験に成功し、学校の順位は常に上位。大学受験も難なくクリアして難関の医学部にストレート合格。トントン拍子で医者になれた。医者になってからも周りからの信頼を得ることができ、順風満帆な人生と言っても過言ではないだろう。そんな人生だったが、異国の地で俺は壁にぶつかった。おーい、研修医。この書類片付けておいてくれよ。俺を見下し馬鹿にしているケビンだが、最近はこうして自分の仕事を押し付けるようになってきた。彼にとって俺は、体のいい召使いといったところか。俺は無言のまま書類を受け取る。真っ向から言い返す勇気がなく、言われるがままにしているから、こうしてケビンを調子づかせてしまっているのだろう。だけど、このままじゃダメだよな。院長はこんな俺を気にかけてくれて、アメリカに送り出してくれた。院長や俺を慕ってくれている病院の人たちのためにも、このままやられっぱなしではいられない。俺は、ケビンの研修医発言に対して、絶対に見返してやると決意した。そんなある日、はーい、ケビン、来たわよ。ニコラ、ハニー、会いたかったよ。大げさね。今夜は一緒にディナーをするのに。思わず見惚れてしまうほど綺麗な女性が親しげにケビンと抱き合う。彼女の名前はニコラ・ナディア。院長の娘でケビンと来年結婚する約束をしている。年齢は28歳で銀髪の髪の毛が眩しい女性だ。他の医師たちからもナディアは人気を集めていて、彼女が病院に現れると心なしか彼らの声の大きさがワントーン上がる。やあ、ニコラ、俺たちにもハグしてくれないのか？ごめんなさいね。
私のハグはケビンだけなの。ニコラ、君が前美味しいって言ってたお菓子あるよ。食べるかい？あら、ありがとう。いただくわ。ケビンと結婚することは分かっていても、好きあらばこんな感じでニコラにアピールをしている。まあ、その気持ちは分からないでもないけど。そうさせてしまうほどの魅力がニコラにはあった。彼女は見た目だけでなく、性格もいい人なのだ。はーい、シュンジ。調子はどう？いや、ニコラ、そこそこだね。ニコラが笑顔で俺に話しかけてくる。ニコラはケビンと違い、俺に対しても蔑むようなことはなかった。日本から来て生活は大変じゃない？何か困ったことがあったら遠慮なく頼ってね。と、初対面で気さくに話しかけてくれたのだ。俺とニコラが親しげに話していると、ケビンの刺すような視線を感じるのは気になるけど。しかし、さすがのケビンも婚約者の前では俺に嫌味を言えないようだ。いつも笑顔で優しいニコラは、院長の娘であると同時に、この病院の癒しでもあるのだ。今日はどうしたの？パパが忘れ物をしたから、それを届けに来たの。おっちょこちょいで困っちゃうわ。肩をすくめるニコラに、俺は思わず笑い声を上げてしまった。じゃ、またね、シュンジ。ああ、また。そして俺がニコラに背を向けた次の瞬間。バタンと何かが床に叩きつけられる音が聞こえてきた。え？驚き振り返ると、ニコラが病院の廊下に倒れているではないか。ニコラ？その場が一気に騒然とする。俺は慌てながらもニコラの状態を確認し始めた。脈はある。呼吸もあるが意識は全くない。ストレッチャーを持ってきてくれ！俺は近くにいた看護師に叫びながら指示を出した。ニコラ、しっかりしろ。どうしたんだ？人だかりの中から真っ青な顔をしたケビンが飛び出してきてニコラに呼びかける。ケビンの声が響き渡るが、ナディアの反応は一切なかった。その後、ニコラはストレッチャーに乗せられ、急いで検査室へ。数時間後、検査の結果がケビンと院長に知らされ、そこから遅れて俺たち医師にも結果が知らされた。検査結果は、ニコラの脳に腫瘍があるというものだった。今すぐ手術をしなければ。ケビンはすぐに手術の準備をするように指示をしたが、そう簡単にはいかなかった。待て、ケビン、落ち着きなさい。院長、なぜ止めるのですか？あなたの娘でしょ？幹部をよく確認しなさい。これは相当な難易度の手術になるぞ。院長の指摘にケビンも集まった医師たちも黙りこくる。院長の言う通り、ニコラの腫瘍は脳の中でも非常に難易度が高い場所にあるのだ。もし少しでも手元が狂えば、ニコラの命が危ぶまれる。命が助かったとしても、後遺症が出る可能性がかなり高いだろう。ケビン、君にこの手術ができるのかい？それは、でも、このままじゃニコラは。ケビンは言葉に詰まり、うつむいてしまう。少しの間、沈黙が続いた。それもそのはずだ。医者をしているならば、この手術がかなりの難易度であることは嫌でもわかる。まして、患者は院長の娘であり、ケビンの婚約者。普段からミスは許されないが、それ以上にプレッシャーがかかる手術であることは明白だ。ケビンをはじめ、他の医師たちも目を伏せて、誰も自分が嫉妬するとは名乗り出ない。一体、誰が私の娘を救ってくれるんだ？院長が悲痛な声を上げる。重苦しい雰囲気の中、すっと一人の医者が手を挙げた。それは、俺だった。その手術、俺にさせてもらえませんか？言った後、俺ははっと我に返った。俺は今、何を言ったんだ？俺は無意識に手を挙げていたのだ。しかし、ケビンは手を挙げた俺に対して、研修医が出しゃばるな！と怒号を飛ばす。研修医ができるような手術じゃない。普段俺から嫌なことを言われて仕返しをしたいとでも思ったか？そんなお前にこの手術を任せられるわけがないだろう。
そう言ってケビンはかなり強い口調で俺のことを否定してきた。だが、俺がこの発言に対して何らかの感情を抱く前に、今度は院長が口を開く。ケビン、君は野口くんのことを軽視しているようだが、この男は日本で天才外科医と言われているんだぞ。は？突然院長の口から飛び出した衝撃の事実に、ケビンは驚きの表情を見せる。こいつがですか？そうだ。そして野口くんが手を挙げたのは、救わないといけない命に対して、お前たちが臆病になっていたのを見ていられなかったからだろう。助けたいという気持ちから名乗り出た彼の勇気に、君は唾を吐きかけるつもりか？院長の言葉に俺はハッとした。俺の気持ちは院長が話した通りだったから。俺はニコラを救わなければいけない。誰もしないのならば俺がしないといけないという、ただただ患者を助けたいという気持ちで俺は手を挙げたのだ。院長の言葉にケビンや医師たちが静まり返る。お前に任せればニコラは助かるのか？先ほどまで俺をなじっていたケビンだが、今は救いを求めるような目で俺を見ている。その目を見た瞬間、俺は反射的にうなずいて後悔していた。ああ、最善を尽くす。そうして俺はナディアの執刀を任されることとなった。おい、助手として俺がお前のサポートをするからな。頼む。ケビンもまた少しでもニコラの力になりたいと勇気を出して名乗り出た。始めよう。オペ室に緊張が走る。俺も久々の高難度な手術で執刀直後は萎縮しているのを自身で感じたが、徐々に緊張はほぐれていった。目の前の患者を救う。医者としての基本に忠実な気持ちで、俺はこの手術に挑んでいる。その気持ちを胸に、俺は冷静に手術を進めていった。そして、手術は無事に成功。体感としては短時間でこの手術を終えたように感じたが、時計を見るとかなりの時間が経過していた。それだけ集中していたのだろう。手術を終え、オペ室から出る。すると、先にオペ室から出ていたケビンと院長が俺の目の前に立っていた。院長は俺を見ると安心しきった笑顔でハグをしてくる。本当に素晴らしいオペだった。感謝してもしきれない。君は娘の命の恩人だ。本当にありがとう。いや、そんな。院長の熱烈なハグから解放されると、ケビンが俺に向かって右手を差し出してきた。俺がその手を握り返すと、彼は謝罪の言葉を述べてきた。こんな素晴らしいオペを見たのは初めてだ。俺はお前の助手をして、その気迫に身震いをするほどだった。正直、こいつは本当に人間かとも思ったよ。俺は正真正銘、ただの人間だよ。研修医みたいに若く見える30代の日本人だ。これまでお前のことを見誤っていた。今まで本当に申し訳なかった。さらにケビンは、お前は何者なんだ？さっき院長がお前のことを天才外科医と言っていたが、と聞いてきた。それに対して代わりに院長が俺のことを説明してくれた。彼は日本でも有数の天才外科医なんだよ。数十年に一度の逸材だと言われている。数々の高難易度の手術を成功させてきた素晴らしい医者が彼だ。日本では俺のことを天才だと褒めたたえてくれる人もいたっけ？恥ずかしくて聞き流していたけどね。俺より偉い医師からも称賛の声をたくさんもらった。俺はやはりそこでも調子に乗ることはできず、ありがとうございますとしか返せなかった。これが俺の人間性なんだろう。いくら大手術を成功させたとしても、怒らず謙虚に、初心忘るべからず。これが俺のモットーだから。次の日、ニコラは目を覚ました。若くて体力もある彼女は、みるみるうちに解放へと向かっていった。そして俺は、この高難度の手術に成功して、医者としての自分の腕に自信をつけたと同時に、他の感情が芽生えてきた。それは、後進を育てたいという気持ちだ。今回、ナディアの手術の際に、俺が名乗り上げ執刀した。だが、もしもこの場に俺がいなかったら、彼女はどうなっていたのだろうか。
もしかしたら最悪の事態もあったかもしれない。日本にいる時もアメリカにいる時も腕はいいはずなのに自分の腕を信じられていない若い医者が多くいると感じていた。少しでも多くの命を救うためには自分の腕に自信を持ち、救わなければいけない命が目の前にある時には真っ先に嫉妬ができなければならない。そんな意志を育てる必要があるのではないか、こんな考えが浮かんだのだ。しかし、アメリカの病院で俺はようやく自分の居場所を見つけたばかり。ケビンをはじめ、周りの医師たちも俺のことを評価してくれ、これから様々な患者と接することができるだろう。このままここにいるべきか、俺の中で迷いが生じたのだった。手術が終わって数日後、俺は院長に呼ばれた。素晴らしい手術だったよ。これからもこの病院でみんなをまとめ、様々な手術を行ってほしい。ぜひ君の力で病院を引っ張っていってくれないか。院長が俺にとても期待をしているのがひしひしと感じられた。だが、俺は、申し訳ございません、院長。ありがたいご提案なのですが、私にはやりたいことがあるんです。やりたいこと？そう。俺の心はすでに決まっていたんだ。私は日本に帰り、後輩の育成に注力したいと思っています。あれからずっと考えていた俺の思いを院長に告げた。院長はとても驚いた様子だったが、俺の目を見て本気であることを感じたらしい。そうか。もしかしたらその方が、これからの医療の世界にとってはいいことなのかもしれないな。君のような医師が一人でも多く生まれることを祈ってるよ。院長はそう言うと諦めたように笑うのだった。日本に帰国する際、空港にはケビンとニコラが見送りに来てくれた。君には無礼を働いてしまった。君のような素晴らしい医者は日本にはいないと勝手に思い込んでいたよ。俺は未熟だったし、人としても医者としても最低だった。だから君に出会えて本当に良かったよ。ケビンはそう言うと、あの手術の後と同じように右手を差し出してくる。俺も君のアシストがなければニコラを救うことができなかったかもしれない。君の技術も大したものだよ。俺はそう言うとしっかりとケビンの手を握った。でしょ？私の自慢の婚約者だもの。ニコラが満面の笑顔で自信満々に言い放つ。そんな彼女に俺とケビンは顔を見合わせて笑い声を上げた。アメリカに来たことを、そして俺に新たな夢を抱かせてくれた彼らには感謝の気持ちしかない。またアメリカに来いよ。絶対だぞ。またね、俊二。手を振り別れを告げる二人に俺は笑顔で手を振り返す。そうして俺はアメリカを後にし、元いた病院へと戻っていった。日本の病院に戻ると院長が待っていた。おかえり。また大きな決意をして戻ってきたんだな。そういう院長の目はアメリカ行きを提案された時に見せたあの優しい目だった。その目を真正面から見て、俺は唐突にとあることを思い出した。初めてこの優しい目を見た時のこと。それは俺がこの病院に着任した日。大学を卒業したばかりで右も左もわからない俺がうろたえながらみんなの前で挨拶をした時。院長は今と同じ目で俺を優しく見つめていたのだ。そしてふと気がつく。院長がこの目をしている時は人が変わろうとしているのを応援している時なんだと。学生から一人の医師として羽ばたく時、アメリカ行きを提案された時、そして今、どれも俺がステップアップをすることを決意している時だった。アメリカ行きの時も俺はその場では決意することができなかったが、院長にはきっと分かっていたんだ。俺の心の中ではもう決めていたということを。この院長の前では隠し事はできないなと内心思った。それと同時に院長の存在は俺にとって頼もしく大きな存在なのだと改めて気づかされる。ただいま戻りました、院長。ああ、待っていたよ。アメリカで君はどんな決意をしたんだい？俺は後輩を育成して院長のような人間になりたい。そう決意して戻ってきました。またここでお世話になります。俺はそう誓って日本で再び歩み出した。